じはズンダモンなのだ。ついにリンボブルムとリスパテルが実装。ビーステッドスプライトが展開系でキトップクラスになったのだ。というわけで今回はビーステッドスプライトの解説をしていくのだ。このデッキのコンセプトはレベル6のビーステッドとレベル2のモンスターでレベル8やレベル10のシンクロ召喚展開をしていくことなのだ。レベル2のチューナーには優秀なモンスターが多く、それにスプライト展開が加わることで爆発的な展開力を持ったデッキとなっているのだ。それではこのデッキのキーカードから見ていくのだ。100均ニューリンゴブルム、レベル2のチューナーで大事なのハマる2の効果なのだ。自分がシンクロ召喚に成功したターンのメインフェーズに墓地から除外することでチューナーにも非チューナーにもなれるトークンを生成できるのだ。このトークンを使えばビーステッドと合わせてレベル8につなげられるし、レベル8モンスターと合わせてレベル10シンクロもできるのだ。おまけにレベル2なのでスプライト展開につなげることもでき超優秀なのだ。次のキーカードは忍びネクロ、レベル2のチューナーなのだ。このカードも丸2の効果が大事で、効果で除外あるいはコストとして除外された時場に特殊召喚される効果なのだ。このデッキではビーステッドやカオスルーラーが忍びネクロを除外できるのでまさに相性抜群なのだ。リンゴブルムと忍びネクロはどちらも優秀なレベル2チューナーだけど、このターン中にシンクロ召喚に成功していなくても使える忍びネクロの方がちょっと便利で、スプライトスプリントで忍びネクロを墓地に落としビーステッドで除外する動きは品質なのでよく覚えておくといいのだ。最後のキーカードはアサルトシンクロン。やっぱりレベル2チューナーで効果は丸1と丸2のどちらも強いのだ。丸1の効果は手札から特殊召喚する効果。単純で強い。実践的な目線で見るとこちらがスプライトデッキだと相手にバレると相手はレベル2の着地狩りをしてスプライト展開をできないようにしてくるのだけど、アサルトシンクロンがいれば場にレベル2を供給できるのだ。この効果で出たアサルトシンクロンがいるとシンクロモンスターしか出せなくなるのには注意だね。そして丸2の効果はドラゴン族シンクロモンスターがリリースや除外された時このカードを除外することでそのモンスターを特殊召喚する効果なのだ。ここでいうドラゴン族シンクロモンスターとははっきり言えばカオスルーラーのことだね。カオスルーラーは自身の丸2の効果で自己蘇生できるのだけど自己蘇生後に場から離れると除外されてしまう。これで除外されたカオスルーラーをアサルトシンクロンで復活できるというわけなのだ。ちなみにこのデッキではカオスルーラーを3回も特殊召喚するよ。以上のように強力なレベル2のチューナーで強力な展開を進めるのが深淵スプライトなのだ。手札によって展開方法が様々なのでいくつかの試合を見ながら解説するのだ。まずは1戦目、こちらの方向でスタートなのだ。相手は強欲で金満なここからスタート。ミドローは大きいのでここは裏ラで止めるのだ。その後相手はシャンドラを発動、ビッグウェルカムをセットして処理後に塩金姫を発動。これでターンも回ってきたのだ。リンボブルムを出してスプライト展開を狙うのだ。ビッグウェルカムにはハカーナをチェーン。これで塩金姫で次元障壁などを伏せられるのを防ぐのだ。相手がビッグウェルカムの効果で出してくるのは姫様。姫様の効果でリンボブルムを破壊。普通のスプライトはこれで展開が止まるけど手札にはアサルトシンクロンがいるのだ。アサルトシンクロン特殊召喚からスプライト展開。相手のドロバはほぼ効かないね。アサルトシンクロンとレベル2でルイキューピットをシンクロ。強制効果でルイキューピットのレベルを6にしてルイキューピットとレベル2でカオスルーラーをシンクロ召喚なのだ。ルイキューピット強制効果のサーチとカオスルーラーの効果で持ち肥やし、ただしドロバを使われているので手札には何も加えられないね。その後墓地のリンボブルムの効果、バニチューナーにもなれるレベル2トークンを生成。トークンとカオスルーラーでシンクロ召喚。これで出てくるのがリスパテル。墓地のカオスルーラーの効果を使いカオスルーラーを自己蘇生。続いてリスパテルの効果で除外されている光闇属性を蘇生できるのでリンゴブルムを蘇生してカオスルーラーと合わせてシンクロ。カオスルーラーが除外されたので墓地のアサルトシンクロンの効果。これ
れで相手はサレンダー。レベル2チューナーとカオスルーラーが活躍する動きの強さがよくわかるのだ。流行りの泥場耐性も強いね。続いて2試合目、こちらの戦法でよく展開できた試合の紹介なのだ。まずはルベリオンを発動してマグナムントをサーチ。ルベリオンを除外してマグナムントを特殊召喚。リンボブルムを召喚。2体でカオスルーラーをシンクロ召喚。カオスルーラーの効果を発動。これは裏ラで止められちゃったね。墓地のリンボブルムの効果でレベル2トークン生成。トークンとカオスルーラーでシンクロ召喚。これで出すのがディスパテルなのだ。さらに手札のサロニール効果でマグナムントを除外して特殊召喚。ディスパテル効果で除外状態のリンボブルムを特殊召喚。リンボブルムとサロニールでスプリンドをリンク召喚。スプリンドとサロニールの効果を発動。それぞれ忍びネクロとレベリオンを墓地へ。墓地のカオスルーラーの効果。忍びネクロとリンボブルムを除外して自己蘇生。除外された忍びネクロの効果で忍びネクロ特殊召喚。カオスルーラーリリースで墓地からルベリオン。ルベリオンの効果でフクラクインを置いて、その後手札のバルドレイクを特殊召喚。闇属性が除外されたのでフクラクインで1ドロー。忍びネクロとスプリンドでギガンティックをエクシーズ召喚。ギガンティックの効果を発動。ブルーをリクルート。ブルー効果でタロットサーチ。ギガンティックとブルーでスプライトエルフ。エルフの効果で適当なレベル2を蘇生して、モンスター2体を使ってマスカレーナ。最後にキャロットを特殊召喚して積み木していた楽園の獣をセットしてターンエンド。妨害だけじゃなく後続もしっかり残っているね。相手の召喚に反応してバルドレイクを蘇生しておくのだ。バトルフェーズにマスカレーナを破壊されちゃったけど、これは蘇生すれば問題ないのだ。適当なタイミングでエルフの効果を発動し墓地のマスカレーナを蘇生。相手はドラゴンリンクで手数が多いデッキだけど、こちらの手数も負けていないのだ。それにドラゴンリンクは手数が多い反面最終地点が同じだから、適切に妨害を打つタイミングを見極めるのだ。ここで相手はリンク召喚してリンク2のアザレアを出してきたのだ。アザレアの特殊召喚時の破壊効果は対象がキャロット。これはディスパテルで止めるのだ。相手の除外カードを戻しつつモンスター効果無効。その後リボルブートセクターだけど横展開されたくないので楽園の獣で破壊。ブリッジ破壊の永続トラップはやはりとても強い。ここで参戦の際を使ってきたけど、これはキャロットで無効にできるね。これで相手はサレンダーなのだ。展開デッキらしい圧倒的な先行制圧をできた試合なのだ。3試合目なのだ。こちらの高校だけど手札誘発が引けてないね。でもこの手札なら手数の多さで相手をまくれそうなのだ。相手はドラゴンリンク。先行展開は早送りするのだ。ドラゴンリンクは妨害が少ないから丁寧に妨害を踏んでいくのがポイント。相手の増殖する G にはハカーナ。正直この G が通ったら辛かったけど、相手は鉄鋼勝負や参戦を警戒してサベージの無効を取っておいたね。とりあえずメインフェーズに入ってリンボブルムからスプライトジェット。ジェットがサーチするスプライトスマッシャーズはバレルエンドを除去できるので、相手はバレルエンドの無効を使うしかないね。ルベリオンでドルイドグルムをサーチしてドルイドグルムの特殊召喚効果。もしドルイドグルムが場に出たらサベージを除去できるので、ここも相手はサベージを使うしかない。見えている妨害は踏んだので、ここから展開を始めるのだ。リンボブルムとスプライトジェットでルイキューピット。ルイキューピットをレベル6にしてルイキューピットとスプライトピクシーズでカオスルーラー。素材になったルイキューピットとカオスルーラーの効果。デッキから5枚のカードをめくるのだ。ビーステッドがめくれたね。マグナムントを手札に加えるのだ。ルイキューピットでは黒黒をサーチ。
場に闇がいるのでプロプロを特殊召喚。続いてマグナムントを特殊召喚。マグナムントをリリースして墓地からルベリオンを特殊召喚。手数が欲しいのでルベリオンではフクラクインを置くのだ。さらにルベリオンとクロプローを使ってカオスアンヘル。相手の伏せカードがハカーナだと怖いので除去をしておくのだ。その後アサルトシンクロンの効果で自身を手札から特殊召喚。アサルトシンクロンとカオスルーラーでディスパテル。さらに墓地の闇と光を除外してカオスルーラーを自己蘇生。闇光のカードが除外されたのでフクラクインの効果で1ドロー。墓地のリンボブルムを除外してトークンを生成。トークンとカオスルーラーで照英。そしてカオスルーラーが除外されたことに反応してアサルトシンクロンの効果カオスルーラー3回目の特殊召喚。除外に反応して照英でバレルエンドを除外。最後にディスパテルで今除外されたバレルエンドを特殊召喚すればこれでリーサルなのだ。レベル10シンクロには強いカードが多すぎるね。続いて4試合目も後攻なのだ。今回も手札が強いので手札誘発がなくても勝てそうなのだ。相手はピュアリーだね。それなりに長くなりそうなのでまた先行展開は早送りするのだ。エンドフェーズにはマグナムントの効果を使っておくのだ。これでルベリオンをサーチするのだ。対ピュアリーではノハールが効果を使うしかない状況をうまく作るのがポイント。とりあえずフクラクインを置いてルベリオンでドルイドグルムをサーチ。マグナムントをリリースして墓地からルベリオン。相手はラフインの獣を嫌がって早めにノハール効果を使ったね。リンゴブルムを召喚したところで増殖する G。 ピュアリーに入る手札誘発は少ないから G は無視してストライト展開。ごめんなさい、ここはプレミなのだ。ドルイドグルムで相手の墓地を除外しようとしたらピュアリーフを忘れてたのだ。その後アサルトシンクロンを特殊召喚してレベル2を供給してからリンゴブルムとブルーでルイキューピット。ルイキューピットの強制効果を発動。これにチェーンしてノハールの効果。それをスプライトレッドで無効。そしてさらにノハールの効果。ルイキューピットは除去されるけどこれで相手の妨害はなくなったね。墓地のリンゴブルムの効果でトークンを生成。フクラクインの効果で1ドロー。これでビーステッドが引けたのでさっきのプレミはなかったことにして。場にトークンがいるので手札からリンゴブルム特殊召喚。さらに手札からビーステッドサロニール。サロニールとリンゴブルムを使ってカオスルーラーをシンクロ召喚。カオスルーラーの効果。それにチェーンしてサロニールの効果。こうすればカオスルーラーへのうららを回避できるのは覚えておくといいね。忍びネクロがめくれたのは強いね。リンゴブルムを手札に加えておいてカオスルーラーとトークンでディスパテルをシンクロ召喚。これでもう2ビルはケアできる。さらに墓地のカオスルーラーの効果。忍びネクロを含む2枚を除外して自己蘇生。除外された忍びネクロの効果。これで忍びネクロが出てきてさらにシンクロ。ここで照英を出すのだ。カオスルーラーが除外されたことによってアサルトシンクロンの効果。これでカオスルーラーが復活するのだ。照英でノアールを除外すればリーサルだね。ピュアリーであっても資源スプライトなら隠れてしまうのだ。これが最後の試合なのだ。増殖する G が引けていること以外はパッとしない手札だね。相手はパライゾスの発動からスタート。これでユニコーンをサーチしたので相手はシャトリラデッキだね。シャトリラを特殊召喚される前に増殖する G を打っておくのだ。これは裏で止められたね。タイクシャトリラのポイントはユニコーンのエクストラ除外に気をつけること。たとえ G であってもユニコーンが出た後なら打たない方がいい状況もあるね。相手の展開は早送りするね。シャトリラの弱点は受け身であること。効果もこう思っていないこと。素材3つのアライズハートを立てられてない状況ならスプライトで簡単にまくれるのだ。効果発動をせずに横に並べられるのがスプライトの強み。レベル2を2体出してランク2をエクシーズ召喚してバト
トルフェーズに入って攻撃をしてメインにアーゼウスを立てればいいだけなのだ。アーゼウスの効果を発動。相手の伏せが法要だったら厳しかったけど、これレバは一掃されるのだ。ここで問題となるのが後続だね。スプライトは2枚初動なので、その後の展開をすぐ続けにくい。相手とのドロー勝負になりがちだけど、それでもここまで簡単にまくれた時点でかなり有利に立っているのだ。アーゼウスレバはガラ空きなので、当然クシャトリアモンスターが出てくる。相手はそのままターンエンドしたね。このままワンキルしてもいいんだけど、念には念を入れて一旦バトルフェーズ。相手に手札誘発があって展開を止められたら負け筋に入るのだ。先にオーガを除去しておくのだ。メインに入ってからアーゼウスとクロクローでリンク召喚。スプライトスプリンドなのだ。スプリンドで忍びネクロを墓地に送って、サロニールで忍びネクロを除外。忍びネクロを特殊召喚し、忍びネクロとサロニールでカオスルーラー。カオスルーラーの効果も使って展開を伸ばしていくのだ。サロニールでルベリオンも墓地に送って、この後カオスルーラーをリリースしてルベリオンを出せばクラクインも間に置くことができるね。カオスルーラーではアサルトシンクロンがめくれたのだ。この後も展開が続いていくので相手はサレンダーだね。クシャトリアの脆弱性がよく分かったと思うのだ。実戦解説は以上なのだ。動画では解説しなかった細かいプレイングはコメント欄に書いておくから参考にしてね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もお願いするのだ。